今回は超単焦点プロジェクターのスクリーンについて話をしたいと思います。以前、AOL Vision の超単焦点プロジェクター、エーテリオン MAX がすごいっていう話をしたのですが、あれから色々な場所で投影するようになって気づいたのが、このプロジェクターは投影する場所によって映る映像も大きく変わってくるということ。もちろん従来のプロジェクターでもスクリーンによって映像は違ってくるのですが、エーテリオン MAX は超単焦点プロジェクターなのでもっと別物になるんですよね。スクリーンの影響が大きい上に専用スクリーンの種類もめちゃめちゃ豊富。ではスクリーンによってどう変わってくるのか。マットスクリーンと ALR スクリーンではどのような映像になるのか。気になり始めたらもう止められないわけで、ここ数ヶ月ほどスクリーンをとっかえひっかえしながら試行錯誤もしてきましたので、今回はその記録をここにまとめておきたいと思います。今回私が試したのは、吊り下げタイプに自立式タイプに壁掛けタイプのスクリーン。マットスクリーンだけでなく ALR スクリーンも試してまいりましたので、その映りの違いが少しでも伝われば嬉しいなと。ちなみに今回は100インチだけでなく120インチという賃貸住宅における限界サイズにも挑戦してみましたので、日本特有の狭い家にスクリーンを設置する方法やサイズ感についても誰かしらの参考になれば幸いです。それでは行ってみましょう。はい、それではまずスクリーンに投影する前に直接壁に投影するとどうなるのかという話をしたいと思います。プロジェクターって壁に投影してもそこそこ綺麗に映るというイメージがあると思うんですけれども、超単焦点プロジェクターではそうはいかないのですよね。というのも私自身我が家の壁は白いし平らに見えるし、これで十分綺麗に投影できるとも思ってたんですけれども、実際このエーテリオン MAX で投影してみると思っていた以上に歪んでしまってちょっと見るに耐えないんですよね。上の方も歪んでいますし、横のラインもまっすぐではないのも明らか。特に端の方に行くほど歪んでしまっている。まあ賃貸の壁に限らず一般住宅の壁って思った以上に歪んでいるってこと。壁紙の表面もデコボコしているので映像にもなんか黒いボツボツが映って映像のキメも荒くなる。一般的なプロジェクター、超焦点のプロジェクターなら正面から光が当たるので壁紙に投影してもこのデコボコはあんまり気にならないのですが、超単焦点プロジェクターは壁の真下から急な角度で光が当たるので、このわずかなデコボコも全部影になって浮かび上がってしまうのです。さらに明るい部屋になると白い壁紙は部屋の明かりも全部反射してしまうので白く霞んでしまうし、せっかくの高級なプロジェクターで超綺麗に投影できるはずなのに、これではちょっともったいないですからね。というわけで、超単焦点プロジェクターは壁紙には投影できないと思って使うべき。もちろん綺麗に映る壁紙もないわけではないとは思うのですが、基本的には使えない前提で購入した方が良いし、専用のスクリーンは絶対に用意した方が良い。ちなみにスクリーンには吊り下げタイプという手軽なものもあるのですが、あれはスクリーン生地の重さ、重力に引っ張られて垂れているだけで、超単焦点に必須の平らが出ないし、そもそも超焦点プロジェクター専用。単焦点や超単焦点プロジェクターには対応していないので使えませんし、使ったとしても波打ってしまって見るに耐えないと思います。超単焦点プロジェクターで使うなら、端から端まで生地をピンと貼れる専用スクリーンが前提となるわけで、ではどのスクリーンを使うべきなのか、続いて検証していきたいと思います。はい。それではまず定番のマットスクリーンから試していきたいと思います。マットスクリーンというのは表面が艶消し加工されており、光を均一に拡散反射するスクリーンのこと。どの角度から見てもほぼ同じ明るさで見えるといういわゆる一般的なスクリーンです。マットスクリーンは格安な製品と高級品で写りに値段ほどの違いはないというのが以前の動画での結論でしたが、あれは通常のプロジェクター、超焦点プロジェクターでの話。超単焦点プロジェクターのエーテリオン MAX では話も変わってくると思ってるし、一口にマットスクリーンといっても固定方式も色々とあるわけで、それによって見え方はどう変わってくるのかというところも試していきたいと思います。まず使うのが AOL Vision の固定フレームタイプの白いマットスクリーン。エーテリオン MAX のような超単焦点プロジェクターにも対応したマットスクリーンとなります。この固定フレームというのは、組み立てたフレームにスクリーンの生地を裏側からバネで引っ張って固定する方式です。生地の四隅にファイバーロッドという棒を通して、そこにバネを引っ掛けて内側のフレームへ均等に貼っていく。
このフレームの組み立てはやりながら確認しないとわからなくなる部分も多いので、AOL Vision 公式のチュートリアル動画をすぐ再生できる状態にしておいて、マニュアルも手元に置いて作業に移った方が良いと思いました。あと、この公式の動画なんですけれども、結構簡単そうにやっちゃってる分、ちょっと説明が足りてないなとも感じましたので、今回も私が苦戦した部分も含めて流れを記録しておきたいと思います。このフレームタイプの組み立てで大事なのが、バネを引っ掛けていく順番なのですが、それよりもまず大事なのが、フレームに対してスクリーンを中央に置くということですね。要は生地を両端から均等に引っ張っていくわけですから、スクリーンが中央に置けていないと、そもそも均等に引っ張れないということ。実際私もやってみて、この均等に貼るというのがなかなか難しくて、バネの引っ張りが偏るとそこにシワが入ってしまうんですよね。私は勢いでやってしまってうまく貼れず、一旦組み立てた後にフレームを外してやり直すという感じで今に至っています。ですので、これから組み立てる方はしっかりとマニュアルを見て、仕組みを理解した上でスクリーンに対してフレームをきちんと中央に合わせるというところに気をつけてやった方が良いかなと。あと、この組み立ては2人でやることをお勧めします。120インチともなると、生地もフレームもとにかく大きいですし、バネも左右から同時に均等に貼っていく必要がありますので、一人ではどうにもなりません。作業スペースにも余裕がないと、色々とずれやすくもなるし、身動きも取れなくなってストレスも溜まります。まあ、なんだかんだで一番ネックとなるポイントは、この120インチを広げられるスペースの確保、プラス作業スペースの確保かなと。仕組み自体はそれほど複雑なものではありませんでしたので、時間と場所に余裕を持って焦らずやることをお勧めします。で、綺麗にスクリーンが組み上がったら次は壁に取り付けていくのですが、賃貸で何が問題になるかというと、やはり壁。横幅 2.7 メートルの何もない平らな壁ってのがまずないんですよね。窓があったり、ドアがあったり、エアコンがあったり、うちもご多分に漏れずちょうど良い壁がなかったので柱を立てて作りました。やり方は以前、バレリオンの ALR スクリーンを壁掛けした時と全く同じ方法。2x4 材の柱をディアウォールで立てて、そこにスクリーン用の金具をつけて引っ掛ける。このスクリーンは左右2箇所を付属金具で吊るタイプなので、柱も左右の2本で OK なのですが、本来は壁面固定するものなので、くれぐれも参考までに。この柱を作るのにかかった費用は 2x4 材が1本約1000円。突っ張りアジャスターのディアウォールが1個約1000円。柱2本分でかかった費用は全部で約4000円ほどとなります。別にラブリコでも良いし、柱の立て方のコツや違いは以前の動画で解説した通り、大きな壁面があるなら、スタンドバーといった石膏ボード壁対応製品で柱を作ってそこに取り付けても良いとも思います。あと、このフレームの設置に関しては、超単焦点プロジェクターならではの注意点もありました。超単焦点プロジェクターは本体を置く位置でスクリーンの位置がほぼ決まってしまうので、スクリーンをかけてから映像が合わないとなると、壁掛け金具の穴を開け直すことになってしまうのです。これを避けるために金具を固定する位置はあらかじめしっかりと計算しておく。プロジェクターの仕様から映像位置も割り出しておいた方が良いかなと。例えば、エーテリオンマックスを床置きで120インチ投影する場合、映像の下側は床から約44センチ、そこに映像の縦幅約149センチを足して、映像の上側が床から約193センチ。スクリーンの端は映像の上に 1.5 センチの余白と1センチのフレームが乗るので、床からフレームの上側の高さは約 195.5 センチ。壁掛け金具はフレームの上側から 10.5 センチ下にかかるので、床から185センチの位置につければいいんじゃないかなという計算でやりました。本来は先に投影をして、その投影した映像の最高点からマイナス9センチの位置に壁掛けパーツを取り付けるという話だったかと思います。詳しくはマニュアル、もしくは公式動画をご参照くださいませ。あとはプロジェクターの機能で微調整して完成です。それでは固定フレームのスクリーンを使うことでどれだけ映像が綺麗になるのか、実際に映像を投影して見ていきたいと思います。このスクリーンの交渉スペックはゲインが 1.3、視野角が170度、超焦点、単焦点、超単焦点と全てのプロジェクターに対応と謳われている万能型のスクリーンです。ALR スクリーンに比べればだいぶ格安なのですけれども、実際に投影してみるとマットスクリーンでも全然綺麗ですね。適当な壁に直接投影するのとは別物。固定フレームなので生地はピンと張れてるし、波打ちや歪みもない。
超単焦点プロジェクターでも端から端まで歪みもないし、しっかりとピントも合っています。まあ専用スクリーンなので当たり前っちゃ当たり前の話なのですが、壁面や吊り下げスクリーンに投影した時とは雲泥の差。やはり超単焦点プロジェクターには平らであることが必須ということも痛感しました。あと、マットスクリーンには万能に使えるというメリットがあるんですよね。超焦点、単焦点、超単焦点、すべてのプロジェクターに対応しているというのは先ほど申し上げた通り。これは ALR スクリーンのように光の来る方向を選ばず、当たった光をそのまま全方向に拡散できるからってのもある。一般的なプロジェクターとも併用できるし、プロジェクターを買い替えても使い回せるし、しかも ALR スクリーンよりもだいぶ安いですからね。ただ、そんなマットスクリーンにも弱点がありまして、マットスクリーンは暗い部屋で使うのが前提のスクリーンであり、部屋が明るくなると映像が白っぽく霞んでしまうのです。マットスクリーンは光を全方向に拡散するので、真下から投影する超単焦点プロジェクターだと光が天井方向にも逃げがち。ウォッシュアウトってやつですね。映像全体が白っぽく、コントラストも低くなりがちで、この2つが相まって昼間や明るい部屋ではちょっと使えないなという印象でした。じゃあ明るい部屋でも綺麗に見たい場合はどうすればいいのか。というわけで続いて ALR スクリーンの検証に行きたいと思います。はい、それでは本命の ALR スクリーン。レンチキュラースクリーンを使って投影比較していきたいと思います。ALR というのはアンビエントライトリジェクションの略で、環境光を弾くスクリーンのこと。天井の照明や窓からの光をカットして、プロジェクターの光だけを反射することで明るい部屋でも綺麗に映るというスクリーンですね。以前の動画ではバレリオンの超焦点 ALR スクリーンを紹介しましたが、今回のは超単焦点専用の ALR スクリーン。同じ ALR という名前でも光の来る方向が違うので中身は完全に別物です。この ALR スクリーンはレンチキュラーという方式でして、スクリーンの表面に水平方向の細かい溝が無数に刻まれています。この溝の形によって溝の下側は光を反射する面、上側は光を吸収する黒い面になっている。そのため真下から来るプロジェクターの光は見てる人の方へ反射して、上から来る天井照明の光のみ吸収するという仕組み。プロジェクターの光が真下から来る超単焦点プロジェクターだからこそ成立するなかなかの賢い構造。この黒い吸収面がスクリーン全体に並んでいるから、離れてみると白い反射面と黒い吸収面が混ざって、スクリーン全体は少しグレーがかった色に見えるんですよね。白いマットスクリーンと並べてみると色の違いは一目瞭然。そしてこのグレーにはもう一つ意味があります。プロジェクターって黒を投影するときでも光は完全にゼロにはできないので、黒がわずかに明るく浮いてしまう、いわゆる黒浮きが発生するのですけど、スクリーンの地の色をあらかじめ暗くしておくことで、この黒浮きを抑えて黒をより黒く沈められるというわけですね。そんな特殊な生地ですから、組み立ても特殊なのかと思いきや、先ほどの白いマットスクリーンと全く同じ方式でした。フレームの構造も共通で、生地の四隅にファイバーロッドを通してバネで貼っていく。構造が同じですから、生地を中央に置くのが大事というのも同じですね。で、このレンチキュラーの生地なんですけれども、表面に溝が刻まれている分、マットスクリーンよりも合成が強くて防水シートのような質感なんですよね。分厚くて重量もしっかりありますので、薄いマット生地と違って置いた時点でシワが入りづらいし、置いた位置からもずれづらい。しっかりと生地を伸ばしたままフレームも重ねられるので中央にも合わせやすい。ですので生地を上下左右均等に調整するのもやりやすかったし、バネを引っ掛けていくときも生地がずれづらい。ただ生地が硬い分、バネを引っ掛けるのにちょっと力はいるのですけれども、均等に貼るという作業自体はマットスクリーンよりもやりやすいと感じました。こちらは2回目ということもあって、慣れの部分もあるのかもしれませんけどね。何にせよ時間と場所に余裕を持って、焦らず組み立てるということは変わらず、事前に公式の組み立て動画をしっかりと見ておいた方が良いでしょう。で、このレンチキュラースクリーンはフレームの外側が先ほどのマットスクリーンと同じなので、壁掛けパーツも完全に一緒です。壁掛けはもう柱が立ててありますから、スクリーンを掛け替えるだけ。というわけで早速投影比較していきたいと思います。このスクリーンの交渉スペックはゲインが 0.6、視野角が170度、天井からの環境光を 95% カットするという話。面白いのがこのゲイン 0.6 という数字。先ほどの白いマットスクリーンのゲインが 1.3 ですから、数字の上では随分暗いスクリーンになるわけなんですよね。で、実際のところ投影してみてどうだったのかという話ですが、暗い部屋での投影映像がこんな感じ。
明るい部屋での投影映像がこんな感じ。参考までに左側が白いマットスクリーン、右側がレンチキュラーの ALR スクリーンとなります。まず暗い部屋での映像比較なんですけれども、暗い部屋ではこの原因の差が素直に出てまして、実際マットスクリーンの方が明るく見えるんですよね。とはいえ、右側のレンチキュラーの方が色濃く映っており、どちらが綺麗かと言われれば正直好みの問題。そもそもこれは並べて比べたから分かった話で、どちらも単体で見れば十分に明るいし、めちゃめちゃ綺麗です。こちらは手前側がポップアップのマットスクリーンで、奥が固定フレームのレンチキュラースクリーン。奥のレンチキュラーの方が距離が遠いので、完全な映像比較というわけにはいかないんですけれども、手前のマットスクリーンの方が明らかに明るく、奥のレンチキュラースクリーンの方が色濃く感じるかなと。一方、明るい部屋で投影すると、映像の違いが顕著に出てきます。こちらがマットスクリーンの投影映像。こちらがレンチキュラースクリーンの投影映像。明るい部屋での比較映像がこんな感じ。部屋が明るくなった途端、マットスクリーンは白っぽく霞んでしまうのに対して、レンチキュラーは明るさもコントラストもしっかりと残っている。これは ALR スクリーン自身が明るく反射できるっていうわけではなく、部屋の明かりを抑えているから。環境光を抑えることで黒はより黒く見えるし、コントラストも際立つ。結果として明るい部屋では反射率の高いマットスクリーンよりも明るくくっきり見えるというわけです。あともう一つ、レンチキュラースクリーンの強みが視野角ですね。視野角170度とマットスクリーンとほぼ同等の広さがあり、例えばソファーに座って正面から見るってだけじゃなくて、ダイニングテーブルから斜めに見ても綺麗だし、マットスクリーンと同じように床に寝転がって見上げても綺麗。ALR スクリーンでありながら、近くから遠くからどこから見ても綺麗なんですよね。リビングの日常使いには視野角は広いに越したことはなく、下手なミニ LED テレビよりも視野角は広いとも感じている。というわけで暗い部屋で使うならマットスクリーンでも十分なのですが、暗い部屋で使うなら超単焦点プロジェクターじゃなくても良いわけで、特にエーテリオン MAX のような超高性能な超単焦点プロジェクターを使うなら ALR スクリーンで使わないともったいないとも思っています。考えてみても欲しいのですが、せっかく動き回れるプロジェクターを持ってるのに、部屋真っ暗だとやっぱり動きづらいですからね。超単焦点プロジェクターは壁際に置けて、目の前を横切っても影にならないし、配線も邪魔にならず部屋の中を自由に動き回れる。だから部屋が明るいともっと日常的に使いやすくなるんですよね。あと、これは私が使っていて体感した話なんですけれども、明るい部屋のまま見られるっていうのは目の疲れにも効いていると感じております。そもそも真っ暗な部屋で明るい画面を見るっていうのは目が疲れるっていうのは皆さんご存知の通り。画面と周囲の明暗差が大きいほど目の負担も大きくなると言われているし、仕事用のモニターとかも画面と周辺の明るさをなるべく近づけることが推奨されていたりもする。プロジェクターの場合、映像は反射光なので、直接光源を見るテレビよりも目が疲れにくいと言われたりもするんだけれども、ALR スクリーンならさらに一歩進んで部屋の照明をつけたまま見られる。画面と部屋の明暗差が小さいまま大画面で映画も見られるわけです。明るいリビングのままテレビのように使えて、これこそが超単焦点プロジェクターの最大の売りでもあり、やはりそれを活かすためには ALR スクリーンもあった方が良いんだなと思いました。はい、続いて電動昇降タイプのポップアップスクリーンについて。マットスクリーンにも ALR スクリーンにも固定フレームタイプとは別に電動タイプの床置きスクリーンが用意されています。床に置いた本体からスクリーンが電動でせり上がってくる。ちょっとインパクトのあるスクリーン。我が家で使っているのは100インチのマットスクリーンと120インチのレンチキュラーモデル。このポップアップスクリーンは電動なだけあって固定フレームとの価格差も結構あるのですが、では固定フレームとは何が違うのかって話ですね。まず交渉スペックを見てみると、マットスクリーンはゲイン 1.3、視野角170度と壁掛け固定フレームと全く同じ数字。レンチキュラースクリーンの方も視野角や環境光カットも壁掛けと同じで、ゲインだけ 0.8 と壁掛けの 0.6 より少し明るい数字になっています。実際両方使ってきた感想としては、同じマットスクリーン同士、同じレンチキュラー同士では明確な差を感じるのは難しかったです。レンチキュラーは言われてみれば少し明るいような気がしないでもない程度。確かにポップアップスクリーンの方が比べてみれば明るいのですが、言われたから気づいたってのが正直なところ。というのもスクリーン生地の構造自体は同じですし、
ポップアップスクリーンもアームで持ち上げながらワイヤーで突っ張る構造なので、スクリーン自体にシワやたるみもなくピンと張れるんですよね。生地の構造が同じで、平らで貼れているなら映る映像に差も感じないのは致し方ないことかなと。で、実際のところ大きく違うのは投影映像よりも利便性。ポップアップスクリーンは床に置くだけなので、壁掛けパーツを取り付ける手間もないし、そもそも壁面である必要もないので、設置は圧倒的に楽です。固定フレームの時のようにスクリーンを組み立てる手間もなく、投影位置から金具の高さを計算する必要もない。ポンと置いてスイッチを入れればスクリーンがせせり上がってくる。スクリーンは上方向に余裕もあり、長くも出せるので、上下の位置合わせも投影サイズの調整も楽なんですよね。大は小を兼ねるということで、120インチのポップアップを100インチ投影に使うこともできるわけで、常にフルサイズで使わなくてもいいのです。もちろん使わないときは収納もできるし、後から動かすこともできる。模様替えだけでなく、引っ越しするときにも楽かなと。ただ本体はポップアップの方が圧倒的に重くて意外と長さも長いです。100インチのマットスクリーンで約 24kg、120インチのレンチキュラーで約 28kg と結構重くて長さも2メーター以上ありますからね。これそのままだと一人では動かせないのですけれども、私はキャスター台を作って乗せることで気軽に動かせるようにしています。長い板にキャスターをつけるだけで簡単に動くようにもなるし、本体の裏に強力な両面テープで直接キャスターを貼り付けてしまっても良いかなと。私はこの方法でかれこれ半年以上は使ってますが、もちろん非公式な方法なので、くれぐれも参考までに。プロジェクター自体も自由に動かして使えるものなので、スクリーンも一緒に動かしたいならポップアップは大いにありだと思います。見た目も重厚感あってかっこよいし、使わないときはスクリーンごと隠しておける。リビングに常にでかい板が張り付いている圧迫感もないわけです。ただ実際に使ってみて思ったのは、日々使うつもりならスクリーンは出しっぱなしの方が便利だということ。そこにテレビがあるのと同じ感覚で電源を押せばすぐ見れる。逆にスクリーンを収納してしまうと出すまでの一手間でちょっと使うって気持ちが必要になる。そして常に出しておくというのであれば、実は壁掛けの方が見た目が良かったりもする。壁掛けの方が薄くてスリムだし小スペースなのです。ですのでテレビ代わりに毎日気軽に使うつもりなら壁掛けの固定フレームの方が良かったりもする。そもそも100インチオーバーの大画面。家で見る場所ってのも決まっているはず。逆に普段は収納しておいて見るときだけ出したい。非日常感を求めるならポップアップになるのかなと。あと、これはいつも言ってることなんですけど、プロジェクターってエンタメ的な要素も大きくって、誰かに自慢したくなるものだと思ってるんですよね。その点、床からスクリーンがせり上がってくるインパクトはこれ以上なくって、誰かが来た時にこんなん床から出てきたら絶対面白いですからね。ちなみに私は吊り下げ固定フレームポップアップと100インチ、120インチといろいろなスクリーンを使ってきましたが、固定フレームでもポップアップでも120インチはとにかくでかいです。映像部分だけでも横幅約266センチ、縦幅約149センチ。これにフレームも加えると横幅 2.7 メーター近く。ポップアップの120インチならスクリーンを収める本体の長さが約 2.8 メーターもありますからね。120インチって6畳間の長い方に設置して本当ぴったりぐらいのサイズで、6畳間の短い方でだいたい100インチサイズがぴったりで快適に視聴するなら距離も必要なので100インチぐらいが限界だとも感じております。実際のところ壁掛けタイプの重さは約 12kg と軽いので、設置自体はそこまで難しくもないし、どちらかというと組み立てる作業スペースと視聴距離を取れるのかってことの方が重要だと思いました。120インチを設置するなら最低でも12畳ぐらいはないと厳しいと思うし、現実的には20畳くらいはないと快適に視聴もできないのではないか。私はあんまり考えずに設置してますけれども、置けたとしても至近距離で大画面見るってなると疲れちゃいますからね。部屋に置けるってことと見れるかってことはまた別な話なわけで、100インチと120インチ。この20インチの差も思っている以上に大きい。しっかりと計算して後先考えてサイズは選んだ方がいいとも思いました。はい、それでは最後にもう一つの ALR スクリーン、フレネルスクリーンについても軽く触れておきたいと思います。
実は ALR スクリーンには大きく分けて2つの方式がありまして、一つが先ほど紹介したレンチキュラー。もう一つがこのフレネルというタイプです。フレネルというのは東大のレンズなどに使われるフレネルレンズと同じ発想のスクリーンでして、表面にはプリズム状の細かい溝が同心円状に刻まれています。レンチキュラーの溝が水平の直線なのに対して、フレネルは同心円の溝で入射してくる光の角度を精密にコントロールして、プロジェクターの光を正面にいる人に集めて反射するという構造です。ちょっと何言ってるか私もよくわからないんですけれども、レンチキュラーとの違いは大きく2つ。まず、環境光のカットが天井からの光だけでなく、横からの光にも効くこと。そして、ゲインが 1.2 から 1.5 と、レンチキュラーの 0.6 よりもはるかに高いこと。明るい部屋でレンチキュラーよりもさらに明るく映るスクリーンなのは間違いない。ただ、その分視野角が犠牲になっていまして、視野角が90度とレンチキュラーの170度に比べると半分近い数字なんですよね。実際見比べてみても明るい場所ではさらに明るく見えるし、暗い場所でもより明るいのですけれども、横から見ると急激に暗くなってしまうし、床に寝転がって下から見上げるような角度もレンチキュラーに比べるとだいぶ劣っていると感じました。以前使ったバレリオンの超焦点用 ALR スクリーンもフレネル構造なので、横から見ると急激に暗くなるってのはフレネルスクリーン共通のデメリットだとも思っています。つまりフレネルスクリーンは真正面から距離を取って見るためのスクリーン。視野角が狭いので距離も取れないと画面の端を斜めから見るような形になってしまいますからね。ソファーからもダイニングからも寝転がっても見たいような日本の一般的なリビングにはちょっと不向きかなと思っていて、向いているのは正面にソファーを構えるシアタールームや距離の取れる縦長の部屋。よってリビングでテレビ代わりに使いたいなら視野角の広いレンチキュラーの方が向いていると思っています。ちなみにこのフレネルスクリーン、実は AR ビジョンから新世代のモデルも登場していて、組み立て方法やスペックも結構変わってるんですよね。フレネルスクリーンの具体的な新モデル、旧モデルの違い、各種 ALR スクリーンの違いについては、もうちょっとしっかりと検証してから話もしたいと思ってますので、ぜひともチャンネル登録してお待ちいただけると幸いです。はい、最後にまとめです。ここまでいろいろなスクリーンを試してまいりましたが、改めて分かったのは、超単焦点プロジェクターはスクリーンの影響がもろに出るということ。投影する場所は平らであることが必須であり、スクリーンはピンと張れなければならないので、固定フレームタイプかポップアップタイプの2択になる。そしてマットスクリーンでも綺麗に投影はできるけど、それはあくまで暗い部屋での話。超単焦点プロジェクターが便利なのは、明るい部屋で見えることと自由に動き回れること。この2つを両立してこそ便利というのは先ほども申し上げた通りで、部屋を暗くして見るっていうのはちょっともったいないんですよね。せっかく超単焦点プロジェクターを使うなら、明るい部屋で動き回りながらも見れるようにするとだいぶ幸せになれます。リビングを映画館にするってだけでなく、リビングのまま大画面テレビのようにも使えるようになる。リビングをリビングのまま使うためには ALR スクリーンが必要ってわけですね。そんな ALR スクリーン、結構高額なんですけれども、今回の幕開けで日本でもついに Aetherion Max が発売開始となりまして、キャンペーンではプロジェクターとスクリーンのセットがお得に購入できるようにもなっています。せっかく Aetherion Max という超高性能プロジェクターを使うなら、その性能を引き出す専用スクリーンも一緒に用意した方が良いわけで、まさにセットで揃えるのにちょうど良いタイミング。具体的なキャンペーンの内容については概要欄にも記載しておりますので、よろしければそちらもチェックしてみてください。100インチ超えのテレビなんてめちゃめちゃ高額だし、重量も 60kg オーバーの世界ですからね。それに比べれば十数キロのスクリーンは圧倒的に軽くて手軽なのですけど、ただ手軽に変えてしまうからこそ慎重にサイズは選んだ方が良いとも思ってる。テレビの65インチと75インチでもだいぶ違いましたが、スクリーンの100インチと120インチはそれ以上に違います。キャンペーンでは大型スクリーンも安いので、勢い余って大きいスクリーンが欲しくなるんですけれども、私のように勢いでスクリーンは選ばない方が良い。今、我が家には120インチのスクリーンがたくさんあって、どうすんのよこれってなっちゃってますからね。自分の家にちゃんと設置できるかってだけでなく、設置した後の生活スペースまでイメージした上でしっかりと選んだ方が良いとも思いました。というわけで今回はこの辺でおしまい。